北野兄弟のお父さん、親父の息子2人のそうなんですよ。女の子から女の子生まれるので。どうもこんにちは。ヒコテックのヒコテツです。はい、お久しぶりの登場です。お久しぶりです。あ、すごい歓声。そう、すごい歓声ありがとうございます。でね、今日ね、ヒコテックさんのヒコちゃんといえば、ビアンカの開発でもう全国に流し入れてるんですけれども、今やっとできました。はい。こちらビアンカの後継機というか、最新バージョンなんですけど、はい、ビアンカ 2.0 ですね、これが。はい。はい、2.0。コンバージョンキットなんですけど、はい、コンバージョンキットの部品以外で使うのは、YD2 の部品を使ってもらうっていうコンバージョンキットですね。はい、例えば YD2E のコンバージョンですとか、はい、そういう感じとはちょっと違って、これ以外の部品を YD2 用で揃えてもらえば、なるほど、YD2 用のものを自分でチョイスして、はい、1台組み上げてもらうっていうことです。はい、コンバージョンについてるものがこのショックタワーからフロント周り、真ん中ら辺全部なんですけど、はい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 。で、アーム類はついてないですね。アーム類とダンパーがついてない。はい。で、この結構クランクのあたりがかなりのこだわりだと思うんですけれども、そうですね。やっぱ一番の特徴は、ステアリング周りが、ビアンカ1の時はスライドラックだったんですけど、はい、これをベルクランク方式にしまして、はい、よくあるベルクランクっていうのはステアリングのベルクランクのポストが後ろにあって、はい、こう、そうですよね、前方向にベルクランクつくんですけど、はい、これはステアリングシャフトが前について、はい、でこっち向きでこう、なるほど、ワイパーになるっていうことですね。これがナックルがキングピンに対して、タイロット取り付け位置が後ろに来て、はい、ここで回るようになってるんで、はい、この動きを、はい、こっちステアリングのポストの方でも同じように揃えてあげることによって、今までは途中切ってくると、はい、この辺で内側に遠因気味になりがちだったんですけど、それが限りなく減らせたっていうことですね。なんで最終的にフル打角の時に、はい、バカッと開きたい人、トーアウト方向に開きたい人でも途中まで閉じずに最後開くこともできるんで、その辺で癖ないステアリング周りになってます。あとステアリングポストが前にあるだけじゃなくて、はい、3D に傾いているんですね。はい、前から見ると、キャンバー方向にポストが傾いてます。さらに後ろにもキャスター方向にも傾いてる。キャスター7度、キャンバー7度の状態で一番変化が少なくなるようになってるんで、実際7度7度じゃないんですけど、こっちは、通常だと、バンプした時にトーンが変化するんですよ。これをニュートラルの時にバンプ変化しないようにしても、切ったらまた変化しちゃうんですね。これをナックルのタイロット取り付け位置が上下に動いちゃうんで変化しちゃうんですけど、このナックルの高さの変化の動きに合わせるように、こっちのステアリングラックの方も高さが追従して動くようになってるんで、どの角度になってもバンプ変化が起きにくいようになってます。それをちょっといろいろな方向に傾けちゃったんで、ねじれたような動きになっちゃうんで、そのねじれを逃がすためにこう真ん中にスラストベアリングでちょっとねじれを逃がすためにこれがついてますね。気になったのはこのモーターマウントなんですけれども、はい、モーターマウント、これがっつり捕まえるタイプですよね。そうですね。これが、通常だとここにプレートが来てこうネジで止めるんですけど、そうするとモーターってすごい力が加わるんで、その動きがどうしてもこのプレートから入って左右均等に動かない方向になっちゃうんで、だったらもう真ん中から掴んじゃおうということで、真ん中から掴んで、あとここからもうメインシャーシまで一体部品でつながってるんで、すごい大きな部品になっちゃったのと、これもちょっと大きくなっちゃうんでどうしても、ちょっとコストがかかっちゃうんですけど、これをやりたかったんでちょっとこの形でハントルクが発生するんで、その辺の動きもちょっと左右で癖なく写真伝わるなっていう構造になってますね。アンプはもうこの位置で。アンプはそうですね。おすすめはこの位置です。でもこれは走るサーキットによってやっぱリアンプの方がいいとかあると思うんで、その辺は変えてもらっていいんですけど、なるべくこのオーバーハングに重さをなくしてこう振りの速さを出したかったと
でこの位置に乗るようになってます。で、あとはこのサーボの位置がすごい後ろになってるのは、そうですね、これもこの重量物がはいなるべくコンパクトにまとめることによって動きの速さに振りの速さにつながるんで、はいなるべくこう前後に重さを分散させないようにまとめてやってます。これもすごい長い、めちゃくちゃ長いですよね。男性の160ミリぐらいなんですけど、あとこのアッパーデッキを縦にしたっていうのは何かよくぞ聞いてくれました。縦にしたかったっていうよりも長くしたかったんですよ。長くしたいの、通常この位置にモーターがある車って、この辺から一回降りて、でここからここまでのアッパーデッキというかが作るパターンが多いんですけど、そうするとねじれのポイントがここでしか、この間でしか発生しにくいんで、ちょっとなるべく長く取って、ここからだよね、ここから一本もんでここまで行くっていうことですよね。っていう長く取るために、スペース的にも縦の方がちょっと都合が良かったんで、立ててあるのとこのピッチ方向は硬くでねじれる方向は多少ねじれるようにっていう。結構ねじれるよね。ねじれもここまでは一体なんで、モーターギアケースまでが、ここまではねじれずに、この下の部分だけがアッパーシャーシの時だけがねじれるようになってて、だからこの辺の合成はすごい高いんです。高いままねじれのポイントを長く、ちょっと短いとねじれ切った時の挙動の変化がちょっと激しく出ちゃうっていう傾向がちょっとあったんで、長くしてねじれの限界を高めとく、頂点に達しにくいようにこんな構造になってます。ダンパーステーと聞かれるかなと思うんですよね。ダンパーステーがもともと高さを低めに設定してあるんですよ。前も後ろも、低めってことは車高上げ目になるんですけど、もともとアームの角度がこう万歳気味じゃなくて、ハの字方向で使ってもらいたいっていうのがあって、上げ気味に設定が勝手になるように、勝手にそっち方向になるように、ちょっと低めに設定するっていうのをやってたんですけど、それもクイックな動き、やりやすさっていうよりも、やっぱ動いて楽しいっていうのを、楽しさの方をやってもらいたくて、そういう設定にしたんですけど、でも低くしたいっていう方もいるので、そういう方向けにこれはちょっとついてるんですけど、直ターの取り付け位置の高さがちょっと上がってるやつ、これが後から発売されてまして、こっちを選択してもらうこともできます。これ高さ違いのやつ、フロントもあるんですけど、これは低いタイプですね。ビアンカ 2.0 純正標準のタイプなんですけど、フロントも高めのやつを用意したんで、そうすると伸び側を制しやすくなって、前に出る時の瞬発力みたいなのをちょっと出しやすくなるパーツもフロントであります。あとこの車はちょっとここ左右つないでるんですけど、これユーザーさんの方で固めの方がいいっていうことでこれやってらっしゃると思うんですけど、もし柔らかくしたい場合はこのビス4本で止まってるので、前1本抜いてもらうとか、前後1本ずつにするとかしたらもっと柔らかくもできますし、硬くしたい人はちょっと今後これを分厚いのかなをちょっと今検討中というかテスト中ですね。そんな感じでございます。ご注文は全国の取り扱い店様品薄気味になってるんですけど、その辺ちょっと頑張って欲しいって言ってくださる方には供給できるように準備します。わかりました。じゃあね、ぜひともじゃんじゃん皆さん注文してください。お願いします。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。